おはようございます。今日はですね、くるみ屋最終日なので1年半お世話になりました。おはようございます。皆さんも2025年にいるのか、まだ2024年の順です。12月28日土曜日、くるみ屋年内最後の営業で、一応今日で卒業となります。卒業でいいんだよね、クビじゃないよね。クビじゃないよね、卒業でいいんだよね。今日もカズさんよろしくお願いします。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。最後来てくれて本当に嬉しかったですね。本当にだって手土産までいただいてさ、マジでありがとうでございます。本当にありがとうでございます。ありがとうでございます。本当にね、気をつけて帰ってください。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。最後だね。終わりましたね。終わりました。12月28日10時半閉店となります。この店が閉まらないみたいな感じ。閉まらないんですけど。はい、僕たちが卒業します。はい。本当にお疲れ様です。お疲れ様、ありがとうね。ちょっとインタビューするんで、ちょっと待っててもらっていいですか。ありがとうございます。カズさん、本当に1年半店長業務お疲れ様でした。お疲れ様でした。はこの1年半いろいろありましたね。い。だって店長就任して半年後にボーイフレンド出演が決まり、そう。 1ヶ月ぐらいね、店を開けなくてはいけないという風になってしまったから、どうでしたこの1年半は。1年半。店長初めて。店長初めての店長業務。うん、でもすっごいとんでもない経験をさせてもらったなっていう感じかな。たくさんのねファンの方も来ていただいて、しかもカズなんてね、特にボーイフレンドのお客さんとかもね、たくさそうだね、ん来て7月以降は、うんボーイフレンドのお客さんがすごい多かったけど、その以前からもさ、すごいたくさんの常連さんと自分の友達とか知り合いとかさ来てくれて、すごい愛されてるお店ではあったから、めちゃくちゃ愛を感じるお店で、その分ちょっと7月からさ、ボーイフレンドを見て来てくださった方が殺到して、ちょっと常連さんとかがなかなか入れなくなっちゃって、すごいそこら辺はご迷惑をおかけした方がたくさんいるんだけど。実感ある？店長業務が終わるっていう実感はないよ。だから、まだない。そうだよね。だから全然悲しくもないし寂しくもない今のところは、だけど多分出るんだろうね。ね、だから1月からさ時間ができるじゃん。その時にさ、あ、そっか、この時はもう出勤するんだったんだとかさ。そうだね。でももう年明け以降も結構次のステップに向けてさ、やることがたくさんあるから、そう考える時間もあんまないかもしれない。確かにね。どうだった？一番なんかその寒くて中に入りたい？中に入りましょう。じゃあご飯だけ用意して食べながら。あ、そうだね。最後のまかない。最後のまかないな。最後のまかないは豪勢。豪華だよ。お刺身とボラの白子ポン酢。もつ煮込み。いただきます。いただきます。いただきます。じゃあまだお客さんいて、常連さんがいるんで、ちょっと我々の声が勝てないかもしれない。もしかしたらすごい声が入ってるかもしれないんですけど、それは気にしないでいただいて。やばい、白子うまっ。もう酒だね、これは。食べました？うまっ。最終日に白子が増えると思わなかった。飲食店でバイトしてる子たちは年末の最終日にバイトに入ると美味しいものが食べれるかもしれない。そうだよ。だってもう長期の休みになっちゃうから、あるものをね全部食えるから。来年は参考にしてみてください。はい、ということで、くるみ屋卒業します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。悲しい？いや、なんかまだ実感ないし、1年半だったからさ、怒涛の1年半ちゃ怒涛の1年半だけど、めっちゃあっという間だったね。そもそも純ちゃんが働いてくれた経緯っていうのが、僕がお前店長やってみろっていう風にボスから言われて入ってて、で最初そのボスと2人きりの状況だったんですね。でそのお店を任されて、キャパ的に2人で回せる店じゃなくて、でも最初2人きりだから、まずは人を集めからだっていうことで、そのボスから誰かカズと
信頼してる友達とか一緒に働けるような人がいたら声かけてみてって言われて、よく純ちゃんとその時期風呂とか行ってたから、でもそれもさたまたまだったよね。なんか俺がなんか時間ができたから自分のね、なんか家の近くで飲食店やっぱり働きたいから働こうと思ってんだよねみたいな話をしたら、カズトが「てか」みたいな、俺店長になってちょうど人探してんだけど、純ちゃんよかったらうちで働かない？店長になる前だよ。そうか、なる前か。なる前に俺店長その4月からなるから、やってよって言って、そう、それでトントン拍子で。そうだけどその時に純ちゃんがその友達と一緒に働くっていうのがどうなるか分かんないみたいな、大丈夫かな。カズトにとって今こうやって仲いいけどちょっとやっぱ仕事となるとさ、なんかいろいろ思うことがあったり言いづらいことがあったりとかさ、大変になるかもしれないよみたいな、それでもいいのって言われて、大丈夫みたいな、絶対純ちゃんなら大丈夫って言って、そっから始まったことだからね。ぶっちゃけ話しよう。くるみ働いてて喧嘩しましたか？喧嘩した何回かしたよね。したね。喧嘩ではないけど、ちょっとピリつく時は何回もあったけど、あるね。でも全然俺の中では、例えば仕事のことで喧嘩したりとか揉めても、ここの友情がなくなることは多分ない自信があったから分かんないけど、でも俺はねピリピリしてる時は分かりやすいんで分かりますだからピリピリしてる時は、なんてお客さんに絶対出さないよ、そんな絶対にね。だけどピリピリしてる時は他のスタッフに「今カツとピリピリしてるからみんなしっかり置いて」って言ってでもまあピリピリするのもさ原因はあるからさ。俺初めての店長だったからさ、なんか理想とするものが自分の中にあって、その理想と現実のギャップ、なんでもっとこうできないんだろうとか、自分が思うように自分をコントロールできなかったりとか、もう本当に今年の多分春ぐらいからは結構なんか精神的な余裕もできて、心から楽しんで、スタッフともお店のこともできてはいたかなって感じだったけど、本当最初の1年に関してはもう本当に大変だった。苦しかった時期もすごいあったし、力に慣れてた？力に慣れてた？慣れてました。でも本当にカズトが店長だったから俺は多分仕事がずっと続けられたと思うし、本当にありがとうねと思う。今日まで笑顔で働けたし、でもやっぱり一番はそのファンの方が来た時にリアルで会えるっていうのがめちゃくちゃ大きかったから、俺今後それが寂しいなって思う。そうだね。でカズトが店出した時には俺は旗オーディションになるので書類選考から始まります。じゃあその書類見てあげるよ一緒にだから私は決まってるんだけどみたいな感じで私は泣いてもらってるんだけど、みんなどうかな、一緒に見る側みたいな。そう、一緒に見る側、オーディションする側だからどうすんの？ジュンジュン落ちましたそしたらなんか多分ミスがあってあなたの書類と間違えちゃったかなって言ってでもまあみんな頑張ってねって言って、でもまあそういうことないと思う。多分働いてほしいと思う、絶対。今日これ見てくれてる人でくるみ屋に来てくれたことがある方も、ちょっとしばらくは直接こうやって会う機会とかはね、なくなるけど、僕がお店を出したらジュンジュンも働くので、そこでまた皆さんと直接なんかお会いできれば、まあメインはその食べ物屋さんなんで、その食事だったりお酒だったりとか楽しむ場なんですけど、プラスで自分もいるよみたいな、自分らもいるよみたいな。しかもさ、やっぱり一番嬉しいのは俺さ、本当にメッセージカードとか手紙だから、なんかそうすごいおこがましいしずうずうしいかもしれないけど、手紙とかメッセージカードたくさん欲しいです本当にお願いします。本当に元気になるんだもん。ずうずうしいもんねずうずうしいからでももう本当にいいよ。そういうの頼むもんじゃないかね、書きたいとか書くもんだからそう頼むんじゃないから、まあまあまあ、でも本当にたくさんのプレゼントをいただいたんですよ。そのお菓子だったりとか、本当にさまざまなものをいただくんですけど、その中で俺も純ちゃんと実は一緒で、その手紙が一番嬉しいなって、その人のなんか思いとかもさすごい詰まって、なんかあったかい気持ちになる。気をつけて帰ってね。視聴者さんでしたすごいすごい。じゃあ行きますか。本当にお疲れ様。本当にお疲れ様でした。ではありがとうございました。ありがとうございました。また会う日まで